世界中の皆様こんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日は少し地味なんですけれども、挿し木をしたりですね、鉢上げをしたり、ちょっと豆知識を添えてですねやっていこうと思います。まずはこちらカエデの挿し木をしていこうと思います。用土は鹿沼土ですね。もう挿し木は鹿沼土一択でいいと思います。よくつきます。こんな感じでやらなくてもいいんですけども、やってもいいんですけども、こんな感じで削ると、固定しやすくはなりますかね。しなくてもつきますんで、めんどくさい方はやらなくて大丈夫です。ちょっと太めだったらやった方が安心かなと思います。このくらいでも僕は普段はもう全然やらないです。挿し木の時期なんですけれども、つきやすいカエデとか、そういった樹種は3月でも大丈夫だと思います。つきにくいのはもう6月とか湿気の多い時にやった方がいいかなと思います。はい、どんどん刺していきます。こちらカエデ終了。次がこちら、あんまり見かけないですが土佐水木ですね。土佐水木もつくみたいなんですけれども、僕は一回もついたことがないです。はい、まとめて挿し木をした時にはぜひこれをやっていただきたいと思います。挿し木は基本的には固定されてれば大体つくと思うので、この方法が一番固定されます。水が入って上げた時にキュッと締まるので、ものすごくしっかり固定されます。はい、今日の動画は駆け足ですね。次は黒松なんですけれども、こちら見てください。輪っかになってます。こんな感じで足元がだいぶ太る方法なんですけれども、幹をこう結んでいるんですね。ちょっとやってみます。根がたくさんあるとちょっと邪魔なので、ある程度切りまして、そこから結んでいきます。結びやすい方法でいいんですけれども、上の方は芽とかがあったりするので、根の方をこうくるっと回して、普通に結ぶだけですね。で、根と幹の境ぐらいのところで輪っかを作ります。こんな感じ。器用な方はもっと綺麗にできるのかなと思います。しっかり結ばなくて大丈夫です。太ってきて埋まっていくので、この時点でしっかり巻いてしまうとあんまり良くないかなと思います。このくらい隙間を空けて結んでいきます。そうなるとさっきの画像で見ていただいたように足元だけ、不自然な太り方なんですけれども、結構早い段階で太ります。たくさん実生をやってて育ちが悪いやつでどうしようかなっていうやつなんかは、こんな感じでやると面白いかなと思います。僕の場合はちょっとあんまり器用じゃないので、この結ぶのが結構苦手です。次は植え付けですね。植え付けで気をつけることは、次に入れたい鉢の大きさですね。少し大きめのものでしっかり粘りを見せたいなっていう時には、こういった感じで植え付けの時にしっかりと横に広げて入れるといいと思います。小さい鉢に入れる時なんかはこう広げてしまうと入らなくなるので、あんまり意識しないでいいと思います。はい、こんな感じで広げて入れます。はい、しっかりとみじんが抜けるまでたっぷりと水をあげましょう。こんな感じで出来上がりです。はい、次いきます。はい、次はこちらカエデの実生なんですけれども、ただの今棒になってますね。これをちょっとやっていきます。はい、すいません、実生と言ったんですけども、これだけ挿し木ですね。去年鉢上げした挿し木だと思うんですけれども、前の動画にも出てますが、多分去年ですね。いらない枝を剪定していきたいと思います。この辺はまた挿し木にします。で、剪定なんですけれども、こういった小さく作りたいものはもうこの段階の時から間延びしたのはガンガン切っていかないと綺麗なカエデになっていかないので、もう思い切って切り詰めた方がいいと思います。もうここまで戻しちゃいました。はい、そしたら植え替えていきます。根張りをしっかり作りたいのと、元気にさせたいので気をつけることはそうですね、下の方に向かってくる根を切るのと、あとはしっかり根を広げて固定して植え付けるっていうところですかね。
で根の出方なんですけれども、八方になるべく早く出させたいので、もうこの時点から根が出てない方向の場所っていうのは傷をつけたりして、こんな感じですね。ちょっと傷をつけて発根促進剤を塗っておくと、早い段階でこう八方根ができるので、座ができやすくなります。こちらですね、日本だとオキシベロンが一番いいと思います。海外の方はちょっと発根促進剤がどんなものがあるかはわからないんですけれども、活力剤と発根促進剤は違うっていうのだけ、理解していただければと思います。はい、しっかり根を広げて固定していきます。こんな彫刻刀で根を押さえるとか絶対やっちゃダメですね。峰の方でやってるんで切れはしないんで大丈夫ですけど、はい、しっかり固定します。で、固定するときは木をしっかり押さえてやるとずれないです。留めるのに使った針金が余った場合にはこういった感じで根を押さえる方法もあります。今回みたいにぴったり広げた場合にはすき込む必要はないです。トントンとやるだけで問題ないです。はい、完遂して終了です。はい、次が、鉢上げですね。こちら未生の楓です。雑草の根がひどくて大変でした。はい、もうこの段階からしっかりと根を処理していきたいと思います。太いまっすぐ伸びた直根は切って、四方八方に作りたいです。ただ高さが結構ずれる場合があるので、なるべく近い高さで四方八方に出てるところを選んで、他のところはもう切っていきます。考え方にもよるとは思うんですが、この時に根が少なくなりすぎるから残そうという理由で高さの違うところとか太い根だとかを残すのはあんまり良くないかなと思います。結果綺麗なのは作りきれないので、綺麗なのを作りたかったらもうこの段階で、今の木みたいな感じでこのくらいもう減らしてしまった方が、将来的には早いのかなと思います。ただ取り木をするとか根継ぎをするとかそういった予定がある方はもうまた別な話になります。はい、続いて鉢なんですけれども、最近こういうスリットが入ったプラスチックの鉢も流行ってるんですけれども、これ高いんですよね。で、こういう苗にこれ全部使ってるとちょっと莫大なお金がかかるので、やっぱり黒ポットもスリット入れた方が安いです。手間はかかりますけどそんなに難しくないんで、こんな感じで折り曲げて切ったらちょっと大きくなりましたけど、こんな感じで切っていけば作れるので、結構もう昔からやってる方はやってるとは思うんですけども、これで十分かなと思います。どうせ植え替えも頻繁にやると思いますし、寿命というか黒ポットはあんまり耐久性はないですけど、問題ないかなと思います。普段僕の動画でやってるような心拍とか黒松とは違うので、雑木なので、緩やかな大きめの模様を入れておきました。針金がちょっと長いよっていう指摘があるかもしれないんですけども、この長い針金を持ってこう持ち上げたりとかして移動したりとかするので、この方がやりやすいんですよね。なんで長めにしてます。はい、これで今日の動画は終わります。一つでも何か役に立てることがあれば嬉しいんですが、いかがだったでしょうか。ちょっと早口になって聞きづらかったかもしれません。すいません。はい、ではありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。